皆さんこんにちは、ただおばです。お待たせしました。いいえ、ただおばが一番待ちました。忠野家の沖縄旅行2025。今回は初めて冬の沖縄旅です。12月中旬の沖縄は海には入れない代わりにイルミネーションが綺麗だったり、ただおば世代の大人にはとってもおすすめですので、冬の沖縄旅行をご検討されている方は、ただおばの動画でまずは忠野家プラスワンとして一緒に体験していただきたいです。いつも通りね、何回かにわたったシリーズになりますので、ぜひチャンネル登録と通知をオンにしていただけると嬉しいです。最初の動画は沖縄旅行初日、羽田空港出発からうるま市での爆盛り骨汁初体験からのホテル到着までをお届けいたします。お急ぎで骨汁だけ見たいって方は、チャプターからパラダイスさん到着の時間まで飛んでご視聴ください。では、忠野家の沖縄旅行2025エピソード33うるま市パラダイス編スタート。忠野家の沖縄旅行2025は12月の中旬の平日、よく晴れた、でもとても寒い日にスタートしました。一番日が短い時期ということもあり、映っているのは6時少し前の時間ですが、真っ暗でかなり冷えました。クリスマスや年末の前ということもあって、なかなかこの時期に連休を取る方も少ないのか、羽田空港もいつもより人が少ない感じでした。これは結局今回の旅行全体を通して言えることだったので、今までノーマークだった12月上旬から中旬の旅もなかなかおすすめだなと思いましたよ。あ、これは3年前初めて動画にした沖縄旅行前日にもここでツリーの撮影したんですよね。懐かしいな。今日は福井の恐竜博士いないな。最近は搭乗手続き関係本当に楽になりましたよね。忠野家もすでにオンラインチェックインを済ませておりましたので、到着早々自分たちで荷物を預けて身軽になったのですが、ここで一つ冬の沖縄旅行のアドバイス。空港まで着てきたコートやマフラーなんかはこの後 100% 使えませんので、預ける荷物の中に入れてしまいましょう。ここでしまわないと結構ずっと邪魔になるんですよね。そして昨年買ってすっかりハマってしまいましたこちら、地雷屋さんの天むすを朝ごはん用に購入いたしました。沖縄でね、食べ過ぎることを考えて2人で半分こです。田さんおはようございます。おはようございます。今日も去年と同じ7時半の便で出発しますが、12月ということもあって去年と違って真っ暗でしたが、今ようやく明るくなってきた。朝もやって感じですね。まだ7時にならない、6時半くらいかな。はい。現地でね、7時半と言ってましたが、正確には7時45分の出発です。だんだん太陽が昇ってきて、絵に描いたような空港の朝の景色になりました。行ってきます。間もなく登場です。ただおばの服はグリーンバックではありません。目立ちます。実はね、なんでこの時期に沖縄へ行くことになったのかの理由の一つが ANA の航空券の安さです。9月に予約して確かに75日前だったり、スーパーバリューセールの時期だったようなのですが、なんと1人往復22,100円。LCC と大差なく ANA で沖縄行けちゃうんだって思ったら嬉しくなって、この時期に決めちゃいました。そして期待していた飛行機からの富士山も人生で一番綺麗に見ることができました。今回は幸先いいぞ。じゃじゃーん。富士山過ぎたらそこでもぐもぐタイムですね。去年冷めてても美味しいって話したんですが、地雷屋さんの公式にもやっぱり冷めても美味しいお米って表記があって、空港や駅で買う商品としてとっても向いてるんだなと改めて実感しました。でね、ちらっと座席映っていましたが、ただおばたちの列は反対側の窓側にお一人座っていただけで全部空席でした。
そんな快適な空の旅であっという間に沖縄到着です。パダオバ。着きました。1年以上ぶりの沖縄です。12月でもやっぱり暑いです。はい、再びグリーンバックタダオバ登場です。着いてすぐになぜ電話をかけているかと言いますと、今日伺ううるま市のパラダイスさんの骨汁は1日限定2食のみ。お席もですが骨汁も事前予約はできませんので、当日の朝9時以降に電話して残っているかを確認することになります。もう到着したのがね11時頃だったので、もしかしたらもう無理かなとドキドキしたのですが、骨汁ゲット、やった。たださん骨汁食べれるよ。やったね。楽しみ。じゃあまずレンタカー借りに行っててか受け取りにしてうるま市の方に移動していきます。はい。ただおばは毎回レンタカーをじゃらんレンタカーで予約します。クーポン使って早めに予約するとかなり安いです。今回の金額は3泊4日で保証込みで 12,300 円でした。1日約3000円なのでなかなか安かったと思います。ちなみに安さで選ぶので毎回違うレンタカー屋さんにはなります。今回はカースタレンタカーさんでしたが、着いた頃に電話をくださったりガソリンスタンド併設だったりかなりおすすめです。来たよ、例のやつ。正直ね、もう見飽きてるかもしれませんが、これはね、お邪魔しますの挨拶と旅の安全祈願みたいなもんですね。見るというよりは拝む感じです。はい。荷物を受け取ってカースタレンタカーさんの送迎もほとんど待ち時間なしで順調に進み、10分くらいで那覇空港店に到着しました。以前からお話ししておりますが、沖縄のレンタカーは借りるときも返すときも、大体は空港から少し離れた店舗まで他のお客様と乗り合いで移動するので、沖縄以外の地域で借りるときよりも少し時間がかかります。今回のようにスムーズに行っていても、結局レンタカーで出発したのは12時過ぎで、空港到着から1時間以上はかかりました。事前にお昼ご飯の予約をされる方は、通常の間隔よりも時間に余裕を持ってしてくださいね。皆さんこんにちは、ただおばです。ただおです。1年以上ぶりの沖縄に着きました。いや、もう紆余曲折ありながらもようやくこの日を迎えた感じです。とっても嬉しいです。12月の沖縄はですね、初めて来たんですけども、冬って言ってもまあ関東でいう夏の終わりくらいの感じですね。今日は22、3度と言っていますが、日陰は涼しくて日の当たるところに出たらやっぱ暑いなっていう感じなんですけども、レンタカー屋さんの送迎のバス、なんと足元暖房入ってて、沖縄の人にとってはもしかしたらもうちょっと寒いのかななんて思いました。はい、それで今からですね、お昼ご飯を食べに行こうと思います。また新しいところ行くんですけど、2年くらい前にここのお店を知って、そこからずっと行きたかったんですけど、なかなかちょっと行く機会がなかったお店です。ただおばは沖縄そば大好きなんだけど、ただおさんも沖縄そば好きなんだけども、一番最初に、大好物としてあげるほど好きっていうわけではないんですよ。けれど今日行くところはベースがあっさり系じゃなくて 100% 豚骨の沖縄そばが食べれるということで、ぜひ行ってみたいなと思いましたし、多田さんもきっと気に入るんじゃないかなと思って、あとはね、ちょっとそこの限定2食の目玉商品があるので、それをね皆さんにお見せしたいなと思ってます。食べれるかなっていうぐらいボリュームが多いという噂ですが、2ポンドステーキ食べれる忠夫さんなら、いや、見た感じすごかったいけるかなって思ってますが、やってみようっていう感じです。そうだね。はい、那覇からね高速に乗ってうるま市の方に向かいたいと思います。
あ、猫黙って。到着しました。うるま市石川にある居酒屋パラダイスさんです。那覇空港から高速利用で混んでいなければ1時間前後で着きます。大きな通り沿いではなく路地裏にひっそりある感じですので、旅行者は少し迷いそうになるかもしれませんが、住所をナビに入れるとしっかり出てきますので、素直にナビに従っていきましょう。実は忠野家も不安になりつつナビ頼みで向かいました。居酒屋パラダイスさんはその名の通り18時以降は居酒屋に変わります。ランチタイムは11時半から15時までで、ラストオーダーが14時半で、夜のメニューとはまた違います。今日ご紹介するのはランチメニューですので、その辺お間違いなく。で、忠叔母たちは13時少し前に着いたのですが、お店の前の駐車場は満車でした。たまたまタイミングよく出る方がいらしたので止められましたが、場合によっては待つこともあるかもしれません。このことからもわかる通り、パラダイスさんは地元の方に大人気なお店なんです。実際、旅行者と思われるのは忠叔母たちだけでした。どのお店でもそうですが、特に地元の方が大切に守っているお店では、我々旅行者はお邪魔しているんだって感覚を忘れずに、とにかく失礼のないように楽しみましょうね。こちらがパラダイスさんのランチメニューです。いくつかの沖縄っぽいメニューと、あと定番の定食がいろいろあります。噂ではどれもボリューム満点らしい。特にワンプレートでおかずがめっちゃ乗ってるパラダイスランチは大人気らしいです。そしてプラス150円でミニそばがつくのも最高です。ミニそばって言ってもね、結構ボリュームあるらしいです。で、忠野家はと言いますと、忠叔母は絶対に沖縄そばと思っていて、さらに野菜そばがすごいらしいと聞いたので、野菜そばを注文。忠夫さんはもちろん電話で予約済みの骨汁です。他もね、いろいろ頼んでみたいメニューは目白押しでしたが、それは次回のお楽しみです。骨汁ね、未知の注文すぎてワクワクそわそわしながら待ちました。はーい。どうもわー、すごい。はい。はい、すごい。いい匂いするね。美味しそう。まず着丼したのは野菜そば。見てください、このお野菜の量。てんこ盛りですよ。これがね、豚骨ベースのスープに合いまくり。忠夫さんにも取り分けようとしているんですが、お野菜が重くて麺がなかなか取り出せないっていうね。そしてこの麺はパラダイスさんの地元石川の久高製麺所の久高そば。中太の久高そばとこのスープはベストマッチの美味しさです。今いただきます。はい。スープ。あ、美味しい。どっちかっていうとやっぱり中華タンメンとか、うちらの大好きな町中華っぽい感じの味ですね。美味しいね。これは忠夫さんも好みの味じゃない？好みだね。ね。忠夫は普段から町中華の塩タンメン系が好きでよく頼むのですが、もし同じ方いらっしゃったらパラダイスさんの野菜そばはドンピシャだと思います。お野菜が本当に美味しく食べられます。編集している今、お腹がめちゃくちゃ空いてるので、近かったらすぐにでもまた食べに行きたい気持ちでいっぱいです。あ、はい。うわ、すごい。うわ、すごありがとうございます。い。すごい。これが食べたかったんだよ。ご覧ください。これが沖縄のソウルフードであり、パワーフードの骨汁です。おそらく視聴者様も一度は耳にしたことがある、沖縄では豚は鳴き声以外全部食べるってお話。一般的には耳側や手びちが有名ですが、この骨汁こそその言葉の代表のようなお料理だと思います。まさに命をいただくを実感するような見た目です。しかしながらこの量の骨汁が登場するのは沖縄でもパラダイスさんがトップクラスじゃないかな。で、どうやって食べるんだこれ。忠夫さん頑張って。では、
いただきます。これって何？生姜溶かしたりとかして食べるんじゃない？多分味変したりとかしてね。生姜ボトル。乗ってるやつを。キュウリ、いやレタス。よいしょ。あ、ほんと。よいしょ。これをまくりまして。すごい。これちょっと上のやつを崩してこう、こうして。あ、美味しい。ちょっとこぼれ落ちたお肉を食べたけど美味しい。最初の10分くらいはもうどう食べるかを模索する時間でしたね。タダオバも味見ということで骨のところで、難しい。お味噌汁みたいな感じだね。なるほど。ただこれはすごいボリュームが、そうだね。これに骨入れて。忠夫さんが言うようにどう見てもボリュームはすごいんですが、でもね半分は骨なので意外とね忠夫さんがお腹いっぱいになったって言ったのは遅かったですね。そしてようやくこの時カニスプーンがついていることに気づきました。カニの甲羅から身をほぐすあの感じでお肉を削いでいきつつ、あとは骨をしゃぶる、うまく刃も使って骨からお肉を外す作業が延々続きます。いや食べ方についてなんだけど、いいね。そうだね。結構多く肉をこそぎ落として、である程度の量をこそいだら、スープを入れてちょっとその生姜とかで味をつけて、なるほど。である程度の量を食すがいいと思う。ちょぼちょぼ食べるんじゃなくて、まとめて落として。多分ねこれちょっとずつ食べると味を感じにくいかもしれない。最後まで聞いてやれよ忠夫ば。もうすぐ興味が移っちゃって、もうね忠夫さんごめんね。この頃になるとすっかりコツをつかんできた忠夫さん、実際お店の方にも骨汁の食べ方とっても上手でしたねと褒めていただきました。これまさに戦です。草。今見た目気にしてないの。カニもそうだもんね。最初さ一つも残さず取り切ってやるみたいな気持ちでいるのに、だんだんもうなんかね疲れてきて、あ、それすごい柔らかい。すごい。あ、ここすごいな。イメージといいますか例え話のような感じなんですが、ケンタッキーのチキンの部位のようにさまざまな場所のお肉が入っているので、トロトロで脂っぽいものもあればパサッとしている部分もあったりで面白いです。スープの味はお味噌汁系で、忠夫さんはあら汁のお肉版って表現していました。佳境に入ってまいりました。大物がなんか薪みたいなの薪みたいなの大丈夫？すんごいついてるね。しかもこれ使ってるからあったかい。あ、本当。いいね。で、今もうあっちゃう。よし。いや、それで折れるぐらいの柔らかさっていうかね、骨が。こう見えて意外や意外のあっさり味なので、場所によってはお塩で塩味を強めたりもしました。血圧にはねいけないと分かりつつ、これが美味しいんだよね。そんでね慣れないこともあってか食べ終わるまで50分ぐらいかかりました。さすがにねこの量と時間だとだんだん味に変化が欲しくなるので、ついてきた生姜や卓上にあった七味入れたりして味変しつつ楽しみました。完食じゃないですか。ほらそう、ちょっと待って。完食です。すごい。骨の量。骨の量。骨格標本作れそうですよね。忠夫さん見事食べきりました。ごちそうさまでした。今回の動画はこれでおしまいです。いかがでしたか？ YouTube をやっていなかったら知らないままだったかもしれないパラダイスさんの骨汁は、今体験することができて本当に良かったお料理でした。というのもご視聴いただいて分かる通り、やっぱり女性一人で
食べきるのは正直かなり難しい量ですし、忠雄さんもあと10年先だったら食べきれなかったかもと言ってましたので、本当にベストなタイミングで伺えてよかったです。行ってみたいなと思った視聴者様も、食べきれる自信がある方、もしくはご家族やお友達とシェアしてきちんと食べきれる覚悟がある方だけ骨汁は頼んでくださいね。もちろん骨汁以外にも忠雄が食べた野菜そばやその他の美味しいメニューもたくさんありますので、皆さんもぜひパラダイスさんで食のパラダイス体験しちゃってください。さて、忠野家の沖縄旅行2025はまだ初日の半分。次回からは宿泊先でのんびりホカンスの様子をお届けいたします。本当ね、観光とかは相変わらずありませんが、その分ホテルに特化したゆるーく楽しいただの夫婦の旅行 Vlog になると思います。今後も楽しみと思っていただけたらグッドボタン、ハイプで応援していただけると大変嬉しいです。またコメントですが、動画公開後の1週間限定にはなりますが、常識的なコメントであればお名前をお呼びしてボイスにて返信させていただいております。この機会にぜひコメントしてみてくださいね。それから今年から忠雄は WIC というクリエイターにとっても素晴らしいアプリを始めました。日本版の X みたいな感じですが、とても管理がしっかりしているので、今のところ嫌な気持ちになったことが一切ありません。安心してアプリを開けますし、漫画も読めるのでとても楽しいです。公式 YouTuber としての許可が下りておりますので、毎日さもないつぶやきをそちらでしております。試験ですが、今の X や Instagram の治安があまりに荒れな状態なので、今後日本では WIC がかなり発展していくんではないかなと思っています。興味がある方は概要欄に忠雄場の招待コードを置いておきますので、アプリをダウンロードの上、よかったらご利用ください。特にね、クリエイターさんは自分のショップを開くこともできますし、絵や写真、作品が盗作や AI 加工できないように相当強化されていますので、おすすめですよ。では次回ホテルの動画でまたお会いしましょう。